岩手県代表釜石市団体職員吉野和也さんです。テーマは震災で僕が経験したこと。震災で僕が経験したことは、特別な知識や財産がなくても何かをしたいと思うときにそれは必要ない、そういうことです。震災の日、僕は東京で仕事をしていました。しばらくは人事でした。報道に移るきっかけは2011年3月末、あるインターネットのブログにこんなことが書いてありました。避難所でおばあちゃんが震災からずっと同じニット帽をかぶっているそうなんです。避難するときにもう汚れていて、でそのニット帽が支援物資でその避難所にたくさん届いた。でそのニット帽を見たおばあちゃんは、自分のがもう汚いから管理人に変えてほしいと言ったら、管理人はダメだ。でそれを言われたおばあちゃんは泣いてた。そういうのがありました。管理人に訳を聞いたら、人数分ないと不公平だから渡せない、それが理由だったそうです。それを見てこう思いました。あげればいいじゃん、おばあちゃん泣かすな。でも現地には現地の事情があるんだろうから行かないとわからない、そう思って行くことにしました。2011年の4月の話ですね。そして現地で見たのは、例えばこんなことでした。愛する家族がいきなりいなくなってしまう、そういう人がたくさんいました。僕はその愛する家族がいなくなるということがどれだけショックなのかよく分かりませんでした。想像がつかないんです。でも同時に現地の人たちが家族みたいに思えて、そばにいたい、そう思いました。そばにいれば一緒に泣いたり笑ったり喜んだりはできるんじゃないか。そばにいれば少しは心が安らぐんじゃないか。そばにいれば本人が困っている時に横から手を差し伸べることができるんじゃないか。それがしたい、そう思って2011年の5月に東京の会社を退職して岩手県の大槌町に行きました。大槌町は震災前は名前も知らなくて場所も知りませんでした。まさか自分がその町に行って定住しようと思うとは思いませんでした。現地に行った僕はまず現場がどういう状況なのかを知るためにいろんな人に話を聞いて回りました。どういう状況なんですか。そしたらこんなことが分かってきました。男の人は瓦礫の撤去とか力仕事やることがたくさんあります。でも女性はあまりやることがないんです。だから特に高齢の女性は一日中横になったり座ったりしてます。迷惑をかけないようにしてるんです。あれじゃあ元気な人も元気じゃなくなってしまう。周りの人もすごく心配してました。じゃあその女性とかおばあちゃんができることを作ったらいいんじゃないか。女性たちにも意見を聞いて、針と糸があれば誰でも参加できる刺し子に決定しました。そこからが大槌復興刺し子プロジェクトの始まりでした。コンセプトは魚ではなく釣り竿を届けよう、物を与える支援ではなくて自分たちで収入を得れる方法を一緒に作っていこう、そういうふうにしました。ただ最初の資金は10万円です。もともとの大槌町に知り合いは一人もいません。そして経営も製造業も刺し子の経験もありませんでした。そんな中みんなで知恵を出し合って進めていきました。そして震災から3ヶ月後の6月11日ホームページのオープンとともに販売を開始しました。最初の商品はポスターでした。そしてすごくたくさんいろんな課題があったんですが、それ以上にたくさんの方々のご協力をいただいたおかげで、今現在売上の3年間の合計が8000万円を超えました。そしてスタッフを3人雇用することができて、作り手が今大槌町に50人います。これはそしてこれもぜひご報告したいんですが、2015年度中には株式会社にします。この会社が継続することで地域に雇用を作ることができて、衰退していく伝統工芸の刺し子が持続的になります。これは
過疎化、少子高齢化、人口減少、産業衰退に悩む地方、そして衰退している伝統工芸に対する一つの答えになるんじゃないか、そういうふうに考えています。今日は皆さんにお願いがあります。今皆さんが大切にされている解決すべき問題があるなら立ち向かってほしいんです。取り組んでほしいんです。震災でたくさんの方が命を落としました。本当はもっと生きたかった方、もっといろんなことがしたかった方、もっと社会を良くしたかった方がいたと思うんです。いたはずだと思うんです。すると僕たち今を生きている者はその方々から何らかのバトンを渡されている、そう思うんです。僕たちはそんな思いを受け取って皆さんと一緒により良い社会を実現したい、そう思っています。さしこプロジェクトはその方法の一つです。だから僕たちを応援してくださるのもありがたいです。でもそれよりもここにいるお一人お一人がそれぞれの抱えている問題をそれぞれの立場で取り組んでいただいたら社会はきっと良くなる。今若い子たちに夢や希望がない、よく聞きます。でもそれは周りにいる大人がそういう姿を見せてきたからだと思うんです。今の世の中は複雑で簡単ではありません。でもそれを次の世代に渡したいのではありません。今先にいる僕たちがいや変えられないものなんてないんだ、できることはたくさんあるんだ、困難にも負けずに諦めずに楽しみながらチャレンジしていく、人生って素晴らしいんだ、君たちの可能性は無限大なんだ、そういうことを生きて見せて伝えていきたい。そしてそれを皆さんと一緒にもしやっていけたらと思っています。僕たちが震災で僕が経験したように今何かをするときに特別な知識や経験は必要ありません。大切なのはやってみることです。ぜひこれから良い社会や次の世代に渡したい何か、それを皆さんと一緒に作っていきたいと思います。ありがとうございました。